あいつってば家事もまともにやらないんだぜ。俺に押し付けてばっかりだしさ。あゆみなんかと結婚してやったんだから、家のことぐらい全部やるのが筋だろ。友人のマナが空前撮影したビデオからは、これから結婚式を挙げようとしている私の夫であるユウトの声が入り込んでいた。幸せになろうと結婚したはずのユウトの言葉に、私はショックを隠せない。ユウトに家事をやらせるなんて嫁失格じゃない。ユウトかわいそう。あゆみさんって使えないんだね。私は初めからあの嫁じゃ無理だと思っていたのよ。最初からなつきちゃんと結婚していたらよかったのに。いいんだって。しばらくしてから離婚した方が財産分与であゆみの稼ぎもいくらかは俺のものになるんだから。そうすれば俺の懐も潤うし。あらそうね。離婚してもなつきちゃんが嫁に来てくれれば安心だものね。終始浮かれた声で私をバカにし、元カノのなつきさんを褒める義母。本当ですか？それならユウトが離婚するまでこのまま待ってようかな。なつきが待っていてくれるんだったら、あゆみとの結婚生活も我慢できるかもな。ユウトがそう言ったところで、マナはビデオを止める。なんなんだ、俺の大事な娘に対して。そうよ、こんなのひどすぎる。両親は顔を真っ赤にして怒りをあらわにしている。私も拳を握り怒りで震える。ユウトが私のことをどう思っているかよくわかったわ。絶対に許せない。私はそう言うとマナと両親にある提案をするのだった。私の名前はあゆみ、32歳で会社員をしている。仕事が大好きなあまり仕事ばかりをしてきたおかげで会社にも功績を認めてもらえ、30歳の時に課長に昇進することができていた。周りの人たちに感謝するとともに会社に恩返しをしたいと思った私はさらに仕事に打ち込んだ。忙しい日々を過ごす私は恋愛をする暇などはなかった。そんな時に私はユウトに出会った。ユウトは私より3歳年下で取引先の社員だった。何度か食事に誘われているうちに交際に発展し、交際してから半年後、トントン拍子に話は進んでユウトにプロポーズをされる。俺と結婚してほしいんだ。ありがとう。私でよければ。そんな幸せを感じる中、私は会社の同僚であり友人のマナに報告する。実は昨日ユウトにプロポーズされたの。おめでとう。結婚式には絶対呼んでね。マナも結婚を喜んでくれ、私は幸せをかみしめるのだった。2週間後、ユウトの実家へ結婚の挨拶のために訪れる。はじめまして、あゆみと申します。父さん母さん、この子が結婚したいって話してたあゆみだよ。よく来てくれたね。狭い家だけど上がりなさい。玄関先で挨拶をすると、お父さんは朗らかな顔で迎えてくれたが、お母さんは私のことを値踏みするような目で見てくる。少し居心地の悪さを感じつつも、私はリビングへと案内されるのだった。4人で席につき、世間話もそこそこに、結婚式の日取りや入籍についての話になる。私とユウトで事前に相談したことをユウトが義両親に話をする。入籍は結婚式の前にしたいと思っているんだ。先に新生活も始めたいから新居も探さないといけないし。そうか、2人で決めたことならいいんじゃないか。お父さんは私たちの意見を尊重してくれる好意的な態度だった。結婚ね。でも結婚するならなつきちゃんの方が良かったんじゃない？元カノの。あの子とっても可愛かったし。私娘にするならなつきちゃんの方が良かったわ。義母は唐突にユウトの元カノを褒め始める。なーに言ってるんだよ。それはもう昔の話だろ。だって職場も一緒なら今でも会えるでしょ。それにユウトの仕事にも理解あるだろうし、いい子だったじゃない。母さん、あゆみさんもいるんだし、昔の彼女の話なんてわざわざ今しなくてもいいじゃないか。そうだよ母さん。なつきとはもう終わったんだしさ。
優斗も義父も義母のことをいさめるが、義母はその後も何かにつけて夏希さんの話をしていた。せっかく設けてくれた場を壊したくなかった私は、ただ苦笑いで義母の話を流すことしかできなかった。帰宅後、私は優斗を問い詰める。ねえ、さっきのお母さんの話何だったの？私と結婚するって話なのに、急に元カノの話をしてくるなんて。お母さんは私との結婚は反対なんじゃないの？そんなことないって。確かに元カノはさ、綺麗で可愛いやつだったよ。でも俺が結婚して一緒に暮らしたいって思うのは歩みなんだからさ。問い詰める私をなだめるように優斗はそう言う。少しふてくされてしまうが、そう言われるとこれ以上強く言うことはできなかった。わかった。でもあんな風に言われたら結婚するの不安になるよ。母さんにはちゃんと言っておくから、もう気にすんなって。そう言って優斗は私との話し合いを終えるのだった。それから3ヶ月後、私と優斗は彼の希望通りに結婚式の前に入籍をし、一緒に住み始める。すると優斗の態度は一転する。結婚する前はとても優しくて頼りがいのある人だったのに、今の優斗は同一人物とは思えないほど横暴な態度になっていった。ちょっと優斗、家事は分担しようってあなたが言ったんでしょ？なんで洗濯すらしてないのよ。うるさいな。それぐらいお前がやればいいだろ。どうせボタンを押すだけなんだからさ。押すだけとか言うなら優斗がしたらいいじゃない。昨日もご飯の当番もしなかったじゃない。俺料理得意じゃないし、家事は嫁がするもんだろ。それなら生活費ぐらいちゃんと払ってよ。お前の方が金もらってんだからいいじゃん。ケチくさい女だな。呆れたようにため息をつく優斗の態度に私は何も言えなくなってしまう。共働きだから家事や生活費は平等に分けようと言っていたのに、一緒に住むようになると家事もお金のことも優斗は全てを私に押し付けてくるようになっていった。ねえ、共働きなんだし少しは家事とかやってよ。俺は仕事が大変なんだよ。旦那が疲れてるのにいたわる気持ちもないのか？私も仕事してるわよ。今日だって残業で遅くなったし、それに結婚式の準備も全然手伝ってくれないじゃない。結婚式の準備なんて大したことないだろ。招待リストの整理とか席順とかやることはいっぱいあるの。それぐらいやってくれよ。母さんたちも楽しみにしているんだし、お前も両親に楽しんでもらいたいだろ。だったら準備ぐらい一人で頑張れよ。優斗はソファーに寝転び、スマホをいじるばかりだった。そんなある日、私は仕事とプライベートがあまりにも忙しすぎて体調を崩してしまう。仕方なく仕事を休んで寝室で眠っていると、優斗と聞いたことのない女性の声で目が覚める。嫁のやつさ、家事やれとか生活費折半にしろとか言うんだよ。どうせ金取られるんならお前と結婚した方がよかったわ。今さらそんなこと言っても仕方ないでしょ。それに優斗が奥さんに生活費を渡さないおかげで私たちも自由に遊べるんじゃない。それもそうだな。嫁のおかげで俺の給料は全部小遣いになるしな。楽しげに話す優斗たちの言葉に私は言葉をなくしてその場に倒れそうになる。私がベッドの上から動けずにいると優斗は女性を書斎に連れて行くのだった。パソコンはこっちの部屋にあるんだよ。ちょっと待っててくれ。しっかりしてよね。せっかくのランチタイムが台無しになったんだから。悪かったって。でも夏希が気づいてくれたおかげで助かったよ。気づかなかったら午後一の商談やばかったもんね。お礼は高級フレンチでいいわよ。わかったよ。予約しておくから楽しみにしてて。私は優斗が呼んだ夏希という名前が気になり、寝起き気味とショックで働かない頭を必死に動かした。すると以前義母が話していた言葉を思い出す。そう、夏希という名前は義母の言っていた優斗の元カノの名前だった。平然と元カノを家に入れる夫の態度に私は頭を鈍器で殴られたような強い衝撃を受ける。絶望している私の気持ちも知らない二人は仲良さそうに話を続けるのだった。
よし、これで OK っと。ちゃんとクラウドに上げとかないと。今回はついうっかりしていたんだよ。まさか上げてないとは思わなかった。ほら、早く行かないと時間に遅れちゃうよ。ああ、今行く。私が寝室で寝ていることに気づかないまま家を出た優斗は、その日は深夜まで帰ってこなかった。ありえない優斗の行動に私は不信感が募る。しかし、結婚式を楽しみにしている両親や友人たちの期待を裏切ることはしたくない。でもこのまま結婚してもいいのだろうかと一人葛藤する。しかし、どれだけ悩んでも私はどうすればいいのか答えを出すことができなかった。月日は無残にも流れ、結婚式当日になる。私は複雑な気持ちを抱えながら、もうすぐ始まる結婚式の準備に追われていると、ドアがノックされるのだった。あゆみ、俺だけど入るぞ。うん。バタバタとしている私の控室に現れたのは、優斗と義母、そして見知らぬ女性だった。あら、あゆみさん、孫にも衣装って感じね。お母さんも優斗もどうしたんですか？そちらの女性は？ああ、この子は俺の元カノの夏希だよ。母さんが言っていた通り、美人だろ？夏希さん？あゆみさん、はじめまして。優斗から聞いていたけど、全然可愛くない。優斗ってばなんでこんな人と結婚したの？ほんとよね。夏希ちゃんの方がウェディングドレス似合うんじゃない？あゆみさん、夏希ちゃんにそのドレス着せてみたら？そうだな。そのまま俺と夏希で結婚式しちゃう？優斗ってば面白いこと言わないでよ。私は賛成よ。夏希ちゃんみたいな可愛い娘だったら大歓迎だもの。今日の主役である私を無視し、3人は好き勝手な言葉を並べる。あまりにもひどい仕打ちに私は無言でうつむいていると、私の両親が控室にやってくるのだった。優斗くんも来ていたのか。そちらの女性は？俺の元カノですよ。俺の結婚を祝いたいって言うんで招待したんです。普通こんな場に元交際相手なんて呼ばないでしょ。しかもわざわざ新婦控室にまで連れてきて。とにかく今すぐここから出て行きなさい。悪びれもせず夏希を紹介した優斗に絶句する両親。両親に促され、優斗たちは不満げな態度で控室から出ていくのだった。なんて非常識な。あゆみ、大丈夫か？優斗さんたちがあんなにデリカシーがないなんて。お父さんお母さん、実はね、優斗はあの夏希さんって人と浮気をしているみたいで。私は涙をこらえきれず、ボロボロと泣きながら両親に優斗たちから言われたことを話した。私の話を聞き、両親はさらに顔を真っ赤にして怒り出すのだった。するとそんな中、マナが控室にやってくる。今部屋に入っても大丈夫？これを聞いてほしくて。大丈夫だけど、どうしたの？余興のために控室前でテスト撮影していたんだけど、優斗さんたちの控室からこんなのが聞こえてきて。そう言ってマナは動画を映し始める。控室の前が映し出された動画からは優斗たちの声が聞こえてくる。ああ、あゆみはさ、夏希と違ってブスだから飽きそう。優斗ったらそんなひどいこと言っていいの？だってさ、あいつってば家事もまともにやらないんだぜ。俺に押し付けてばっかりだしさ、あゆみなんかと結婚してやったんだから、家のことぐらい全部やるのが筋だろ。優斗に家事をやらせるなんて嫁失格じゃない。優斗かわいそう。あゆみさんって使えないんだね。私は初めからあの嫁じゃ無理だと思っていたのよ。最初から夏希ちゃんと結婚していたらよかったのに。いいんだって。しばらくしてから離婚した方が財産分与であゆみの稼ぎもいくらかは俺のものになるんだから。そうすれば俺の懐も潤うし。ならそうね。離婚しても夏希ちゃんが嫁に来てくれれば安心だものね。本当ですか？それなら優斗が離婚するまでこのまま待ってようかな。夏希が待っていてくれるんだったら、あゆみとの結婚生活も我慢できるかもな。優斗がそう言ったところで、マナはビデオを止めた。なんなんだ、俺の大事な娘に対して。
そうよ、こんなのひどすぎる。両親は顔を真っ赤にして怒りをあらわにしている。私も拳を握り怒りで震える。ユウトが私のことをどう思っているかよくわかったわ。絶対に許せない。私はそう言うとマナと両親にある提案をするのだった。30分後、結婚式が始まる。バージンロードを歩いた私とユウトは二人して牧師の前に並ぶ。牧師の話が終わると、牧師はユウトに宣誓の意思があるのか尋ねてくる。新郎ユウト、あなたはここにいる歩みをやめるときも、健やかなるときも、止めるときも、貧しきときも、妻として愛し、敬い、慈しむことを誓いますか？ユウトは緊張した面持ちで宣誓の言葉を述べる。はい、誓います。次に牧師は私に問うてくる。しかし、私は何も答えない。私が無言でいると、ユウトは焦りながら私を見てくる。おい、お前の番だぞ。さっさと言えよ。ユウトが小声で私に続きを促すと、私はマナの方を向く。マナ、よろしく。マナが先ほどの動画を流し始めると、ユウトたちの会話が会場中に響き渡る。参列者とユウトたちがどよめくと、私は淡々と言い放つのだった。これはあなたたちの控え室での会話よ。なんでこんなのがあるんだよ。勝手に録音しているなんて趣味悪いじゃない。今すぐ止めなさい。控え室前でテスト撮影をしている時に、たまたまあなた方の会話が入ってきたんです。マナはそう義母たちに反発する。マナは披露宴の余興で式の前にそれぞれインタビューを取ってくれる予定だったんです。ユウトには話していたけど覚えてなかったんでしょ。うるさい。早く止めろ。せっかくの結婚式だぞ。私だってマナがせっかく考えてくれた余興をこんなことに使いたくなかったわよ。自分たちの発言が流されてしまい、額に汗を垂らしながら焦るユウトたち。これは誤解だ。俺は夏希と浮気なんてしていないからな。今さら何言ってんの？お母さんの前でも私と離婚して結婚するなんて言っているくせに、その前にも会っていたのは知っているんだからね。は？証拠なんてないだろうが。そうよ、ただの妄想よ。浮気を否定するユウトたちを一括するが、浮気を認めないユウトと夏希さんは開き直ってくる。でもさ、ユウトさんと夏希さんって会社でも距離感とかおかしかったよな。そうそう、飲み会とか2人で抜け出したりしてたな。そんなユウトたちを追い詰めるように会社の人たちからは2人の関係を怪しむ声が出てくる。周りにもそんな風に思われているみたいだけど、それは私たちは別に。同僚たちの声に2人は言葉を詰まらせる。もういいわ。人をコケにした落とし前はきっちりつけてもらいます。あなたたち2人には慰謝料を請求するのでそのつもりで。慰謝料なんて俺払えるわけないだろ。俺に貯金がないことはお前だって知っているだろ。私だって無理よ。ふざけんな。お前が誘ってきたせいでこんなことになってんだぞ。俺の分も夏希が支払え。は？ユウトが誘ってきたんでしょ。嫁は可愛くないから私の方がいいって。あんたこそ私の分を払いなさいよ。お前のわがままに付き合っていたせいで俺は貯金がねえんだよ。今までお前に貢いだ分だって返せよ。あんたが勝手に出したんでしょうが。そういう争いは2人だけの時にやってよね。お互いに罪をなすりつけ合う2人を叱責し、私は参列者に向き直る。せっかく来てくださったのに申し訳ありません。結婚式は中止いたします。その後、ユウトと夏希さんは中止となってしまった結婚式の費用と浮気の慰謝料を一括で支払うことになった。ユウト自身、結婚式でのことが会社中に広まってしまい、気まずくなって会社を退職せざるを得なくなったため、ユウトは義両親に泣きつき、慰謝料を立て替えてもらったと聞いている。そのため、義両親は義実家を売って何とかお金を工面したらしい。今は家族3人、
狭いアパートでなんとか暮らしているらしいが、3人とも苦しい生活からはそうそう抜けられそうにないようだ。夏希さんも同じ会社だったため気まずくなり会社を退職したが、慰謝料のために借金をし、朝から晩まで働く苦しい生活を送っていると聞いている。私は今回のことで結婚はこりごりだなと思いながらも、当分の間は仕事を頑張っていこうと決意した。仕事に励みながらも、これからの自分の身の振り方をじっくり考えるのだった。もしかして彩香さん気づいてない？しっかりしてるように見えて案外鈍いんだね。え、何が？ハワイ旅行から帰ってきた義妹のリカ子さんは、私を馬鹿にしたように笑いながら話しかけてくる。あんたのクレカで300万使ってあげたのよ。気づいてないってやばすぎなんだけど。え？どういうこと？頼んだ時に素直に貸してくれないからいけないのよ。おかげで楽しめたわ。散々私たちからお金を借りておいて、まだ足りないっていうのか。貸してくれなかったからって無断でクレジットカードを持ち出すなんて信じられない。私は焦りながら自分の財布を確認する。あれ？私の財布の中には1枚しか持っていないクレジットカードがいつも通り入っている。てっきりリカ子さんが盗んでいったものだとばかり思ってしまったが、どうもそうではないらしい。ねえ、それって本当に私のカードなの？私のカード、ここにあるわよ。は？何言ってるの？カードがなくなったからってボケたんじゃない？そうじゃなくて。ああ、もう、ごまかすのはいいから。じゃあ代金の請求が来るかとは思うけど、よろしくね。リカ子さんは私の言葉なんてまともに聞かず、一方的に電話を切ってしまう。私のカードじゃなさそうだけど、でもこれって立派な窃盗罪じゃ。被害に遭っているのが自分ではないとはいえ、平気で他人のカードを使うリカ子さんを私は心の底から軽蔑する。窃盗という犯罪を犯した彼女には間違いなく罰が下るだろう。カードの持ち主だって身に覚えのない請求が300万も来たら気づくだろうし、このままというわけにはいかないはずだ。その際に万が一助けを求められたとしても手を貸すことだけは絶対にしない。私はそう心に決めるのだった。私の名前は彩香。30代の兼業主婦だ。仕事はフリーランスのデザイナーで、洋服などのアパレル関係でデザインを制作するのを生業にしている。ここ数年は仕事が軌道に乗ってきて、それなりの収入を確保することができるようになってきている。同世代の女性の中ではそこそこ稼いでいる方ではなかろうか。私は現在、夫とその両親と同居している。夫とも義両親とも関係は良好だった。特に義母の彩子さんとはとても親しくしてもらっている。彩香さんの作る服ってどれも素敵ね。こんなセンスある人がうちの工事の奥さんになってくれて本当に幸せよ。そんな、とんでもないです。あら、本当に思っているのよ。こんな素敵な娘ができたんだもの。義母はとても気さくな人で、嫁姑問題なんて私には無縁だった。むしろ実の母と同じくらい、なんならそれ以外に私の仕事や私自身を肯定してくれるのだった。そんな同居生活に不満は何一つなかったが、ただ一つだけ私を悩ませていることがある。それは夫の妹にあたるリカ子さんの存在だった。リカ子さんは義実家のすぐ近くで一人暮らしをしている。夫とは割と年も離れていて、確か20代前半だった。私はこの義妹とどうしても仲良くなれなかった。やっほー、お兄ちゃんいる？リカ子さんはしょっちゅう夫に会いに来ている。理由はお金の無心である。彼女は過去に大きな借金をして、それを両親に肩代わりさせた過去があるらしい。そのお金を少しずつ返済している状態みたいなのだけど、未だに金銭的に厳しく、しょっちゅう夫の元に来てはお金をせびっていた。
義母は金銭面に関してかなりリカ子さんに厳しく接しているようで、追加での借金なんてできるような状態ではなかった。そのせいでリカ子さんは義両親には内緒で、兄である夫に金をせびりに来るのだった。毎回義両親の留守を狙って彼女はやってくる。少しなら援助しても構わないのだけど、問題はその頻度にあった。お兄ちゃん、お金貸してくれない？お母さんに返したら携帯代払えなくて。またかよ。お前この前貸したやつだってまだ返してないだろ？いいじゃん、ちょっとくらい。可愛い妹の頼みを断るの？限度ってものがあるだろ。じゃあお兄ちゃんは私が生活に困ってもいいっていうの？こんな調子でほぼ毎月、多い時は月に何度もやってくる。そして借りたものはほとんど返さないのだった。わかったよ。今回だけだからな。はーい、ありがとう。さすがお兄ちゃん、頼りになるわ。断りたいのだが、しつこく食い下がられては夫も貸さざるを得ない。私も義両親にお世話になっている手前、その娘であるリカ子さんの頼みをなかなか強く断ることができなかった。お姉さん、結構稼いでるって噂よ。少しくらいいいわよね。いや、そういうわけには。何よ、私たち家族でしょ？いつもお母さんたちによくしてもらっているんだから、少しぐらい私にくれてもいいでしょ？それは。私が断れないのをいいことに、リカ子さんは遠慮なく借りに来る。断ってもしつこく突撃してくるため、対処のしようがない。仕方なく貸すことが増えていき、リカ子さんはますます調子に乗って借りに来るのだった。ねえ、今月でもう3回もリカ子さんがうちに来てるわよね。ほんと申し訳ない。最近ちょっと調子に乗りすぎだよな。いい加減ビシッと言っとくよ。いくら生活に余裕があるとはいえ、ずっと彼女に貸し続けるわけにもいかない。私たち夫婦は、そんなリカ子さんの存在に頭を悩ませるのだった。そんなある日、いつものようにリカ子さんが訪ねてくる。ねえねえ、今度友達とハワイ旅行に行くのよ。だからお小遣いくれないかしら。ついには生活費ですらなく、遊ぶ金を出せと言ってくる。まだ返していない借金があるというのに旅行に行っている場合だろうか。さすがにこれには夫も激怒する。金に困ってるって言うなら貸してやらんこともないけど、旅行はおかしいだろ。いい加減にしろ。友達みんな行くのよ。私だけ行けないなんてかっこ悪いじゃない。知るか。旅行の前に母さんや俺たちに借りた金を返すのが先だ。だって、旅行代払ったら返す余裕なんてないんだもん。来月からちょっとずつ返すからいいでしょ？うるさい。もう我慢の限界だ。もう1円たりとも貸さないからな。そう言って、夫はリカ子さんを追い返すのだった。リカ子さんも初めて夫から強く拒否されて驚いたのか、その日はおとなしく帰っていくのだった。しかし、しばらくしてまた催促に来るようになる。ねえお兄ちゃん、本当に今回だけだからお願い。うるさい、帰れ。ひどい。ねえ、だったら彩香さんが貸してよ。迷惑だからさっさと帰れ。たく、わかったわよ。帰ればいいんでしょ？そうふてくされて帰っていくリカ子さん。これからはあいつが来ても貸さなくていいからな。夫の決意は固く、その後リカ子さんが何度訪ねてきてもお金を貸すことはなかった。リカ子さんも諦めたようで、私たちにお金を借りることなくハワイへと旅立ったようだった。それから1週間が経ったある日のこと、ハワイから帰ってきたリカ子さんが私に電話をかけてくる。もしもし彩香さん、ハワイめっちゃ楽しかったよ。そう、よかったわね。なぜわざわざそんな報告をしてくるのかと不思議に思っていると、リカ子さんがとんでもないことを言い出すのだった。もしかして彩香さん気づいてない？しっかりしてるように見えて案外鈍いんだね。何が？リカ子さんは私を馬鹿にしたように笑いながら話を続ける。あんたのクレカで300万使ってあげたのよ。気づいてないってやばすぎなんだけど。どういうこと？
頼んだ時に素直に貸してくれないからいけないのよ。おかげで楽しめたわ。散々私たちからお金を借りておいて、まだ足りないっていうのか。貸してくれなかったからって無断でクレジットカードを持ち出すなんて信じられない。私は焦りながら自分の財布を確認する。あれ？私の財布の中には1枚しか持っていないクレジットカードがいつも通り入っている。てっきりリカ子さんが盗んでいったものだとばかり思ってしまったが、どうもそうではないらしい。ねえ、それって本当に私のカードなの？私のカード、ここにあるわよ。は？何言ってるの？カードがなくなったからってボケたんじゃない？そうじゃなくて。ああ、もう、ごまかすのはいいから。じゃあ、代金の請求が来るかとは思うけど、よろしくね。リカ子さんは、私の言葉なんてまともに聞かず、一方的に電話を切ってしまう。私のカードじゃなさそうだけど、でもこれって立派な窃盗罪じゃ。被害に遭っているのが自分ではないとはいえ、平気で他人のカードを使うリカ子さんを私は心の底から軽蔑する。窃盗という犯罪を犯した彼女には間違いなく罰が下るだろう。カードの持ち主だって身に覚えのない請求が300万も来たら気づくだろうし、このままというわけにはいかないはずだ。その際に万が一助けを求められたとしても手を貸すことだけは絶対にしない。私はそう心に決めるのだった。それから1ヶ月後、私が自室で仕事をしていると、リビングからものすごい大声が聞こえてくる。声の主は、普段温厚な義母だった。義母がこんな風に声を荒げていることに、尋常じゃない雰囲気を感じた私は、急いで声がする方へと向かうのだった。このバカ娘、なんてことしてくれたんだ。ごめんなさい。リビングに着いた私の目に飛び込んできたのは、義母の前で土下座をするリカ子さんの姿だった。突然の修羅場に遭遇し、私は思わず固まってしまう。義母をここまで怒らせるなんて、リカ子さんは一体何をやらかしたのか。私がリビングにやってきてもなお、義母はリカ子さんを土下座させたまま説教を続ける。勝手に人のカードで300万も使うなんて、そもそもあんたがハワイに行くお金なんてどこにあるのよ。義母の言葉を聞いて私はピンときた。どうやらリカ子さんが勝手に使ったクレジットカードは義母のものだったらしい。なるほど、そういうこと。確かに私と義母は漢字は違えど名前の読みは彩香と彩子で似ている。クレジットカードの表記名はカタカナだし、パッと見区別がつかなかったのだろう。さらに、義母が現在使っている財布は、私からの母の日のプレゼントで最近渡したものだ。私がデザインしたもので私とお揃いだった。おそらくリカ子さんは、私たちの留守中にやってきて、義母の財布を私のだと勘違いして漁り、クレジットカードを取っていったのだろう。そして私のだと信じきっていたため、ろくに名義を確認しないまま300万も使ったのかもしれない。ごめんなさい。てっきり彩香さんのだと思って。は？彩香さんのカードを勝手に使おうと思っていたのかい？それは。彩香さんから300万も盗もうとするなんて、お前のやることは本当に信じられないよ。口を滑らせたリカ子さんは、さらに義母の怒りに油を注いだ。あ、彩香さん、もしかして今までもリカ子が迷惑かけていたんじゃないかい？私に気がついた義母がそう問いかけてくる。しょっちゅうお金を借りに来ていましたね。最低でも月1回、多いともっとです。今月は3回は貸してますね。彩香さん、今その話は。これ以上義母の怒りを買いたくないリカ子さんは何か言おうとしていたけれど、私は今更取り繕ってももう遅いとばかりに話を続けるのだった。しかも、ほとんど返してもらえてないです。合わせると結構な額になるんで、夫も私もすごく困っています。なんてことを。私の話を聞いて義母は真っ青になっている。まさかここまでのことをリカ子さんがしているとは思ってもみなかったんだろう。
彩香さん、本当にごめんなさい。このバカ娘、何やってるのよ。私たち夫婦に頻繁にお金を借りていたこと、そしてそれを返済していないこと。それなのに私のクレジットカードで300万使おうとしていたこと。それらが露見したことで、義母の怒りは頂点へと達し、リカ子さんを問い詰める。しかし、彼女も黙ってはいない。リカ子さんは土下座していた状態から立ち上がり、言い返すのだった。だって、お母さんが貸してくれないんだもん。仕方ないじゃない。だからって、彩香さんたちに迷惑をかけるな。だいたいお金を借りている立場でありながら、旅行なんて行くんじゃないよ。旅行くらいいいじゃない。みんな行っているんだし、普通のことでしょ。私の楽しみを奪わないでよ。きちんと借りたものを返してからにしろってことよ。そもそも勝手に人のカードを使うなんて犯罪よ。もうそれからは大騒ぎだった。二人の言い合いはどんどんヒートアップしていき、もはや止めることができない。私はただただ見守ることしかできなかった。夕方になって夫や義父が帰ってくるまで修羅場は続いていた。彩香、これは一体どういう状態？なんてことだ。彩香さん、本当に申し訳ない。夫も義父も呆れ返っている。そんな外野には目もくれず、言い合いを続けていた義母と理香子さんだったが、ついに決着がつく。お前がそういう態度を取るなら、こっちだって考えがある。もうお前なんて娘でも何でもない。もう縁を切らせてもらうから。ちょっと、見捨てる気？うるさい。ちょっとは反省しなさい。義母は今までも理香子さんに厳しく接してきたが、こんな問題を起こした理香子さんをこれ以上許容することはできなかったのだろう。そんな、親子なのにどうしてそんなひどいこと言うの？ 300 万くらいいいじゃない。もちろん理香子さんは抵抗する。金銭的にも苦しい彼女は、家族と縁を切られては生活できないはずだったが、義母の考えは変わらない。300万くらい？そう思うならすぐに返しなさい。そんな無理よ。娘にそんなひどいことするの？親子なんだからちょっと待っててくれてもいいでしょ？お前と親子であると同時に、私は彩香さんとも親子なんだよ。大切な家族に害をなすお前とは、今後一切の関わりは断つからね。そう言って、義母は理香子さんを追い出したのだった。その後、理香子さんは義母から今回の300万円と過去の借金の残りを合わせて一括請求されるのだった。過去にしていた借金も相当な額で、もちろん理香子さんの所持金では一括返済などできるはずもなかった。結局理香子さんは消費者金融でお金を借りて何とか用意し、返済に充てたらしい。今はその借金の返済のために昼夜問わず働き詰めだと聞いている。休みなく働く羽目になって、おそらく旅行なんてとても行けないだろう。噂では相当やつれて別人のようになっているらしい。私たち夫婦も義両親同様に理香子さんと完全に縁を切ることにした。義母がきっちりと理香子さんが私たちに借りていた分のお金も回収してくれたおかげで、もう二度と彼女に会う必要もなくなっていく。回収不可能だと思っていたお金が回収できたことも本当にありがたかった。金の切れ目が縁の切れ目と言うけれど、理香子さんは本当に縁が切れて家族を失うことになってしまった。彼女が少しでも反省して態度を改めていれば、ここまでの事態にはならなかったかもしれない。最後まで誠実さに欠けていたことが何よりの問題だったと言えるだろう。私はそんな彼女の行いを反面教師として、自分たちは金銭的にも人間関係においても誠実で実直に生きていこうと思う。そして自分のことを実の娘よりも優先して守ってくれた義両親にしっかりと親孝行していこう。理香子さんの分も私が義両親を幸せにしていく。そう強く心に誓うのだった。